皆さんこんにちは。本日はガクトニューシングル発売記念イベントにお越しいただきまして誠にありがとうございます。私本日の司会を務めます井上文子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。明日2月12日に発売となりますガクトさんソロ44枚目のニューシングル PS I Love You。ガクトさんご自身が自分の遺言として届けたい作品と称するほどの作品となりました。本日のイベントでは大切な人へ届けたいという思いがたくさん詰まったこの PS I Love You ができるまでのエピソードや、この曲を作っていくにあたりガクトさんが自分自身と向き合ったエピソードを紐解きながら、最後は初公開となるプロモーションビデオを皆さんと一緒に見て、ガクトさんからのメッセージを共有していきたいと思います。また本日はニコニコ生放送のカメラも入っておりますので、残念ながら会場に来られなかった方はぜひパソコンの前でコメントを書き込みつつご覧くださいませ。ということで、まずは PS I Love You プロモーションビデオのメイキング映像をご覧いただきたいと思います。愛しいあなたへ、もしこの手紙を見つけた時、そばに誰かが不安げな顔をして。風花役の高山優子さんです。よろしくお願いします。明日を迎えるあなたへ、今もまだ私が苦しめてませんか、立ち止まってませんか。隼人役森岡隆さんです。よろしくお願いします。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 ずっと心の支えでした。僕とあなたと一緒にいた。本当に？今回は悲しくて悲しくてあなただけはどうか笑ってくれますか。この愛は Forever Love。 DVD だって怖くない？怖くないです。大丈夫ですか？高いところ。大丈夫みたいです。あなたとの出会いは私のすべて。感情的なシーンばっかり。いやもう今日はどころか一昨日もほとんどのシーンがそうだから、結構精神的には持ってかれてます。あなたの
ことに怯えないでこの愛は Forever Love ありがとう。決して忘れないからもう一度また生まれ変わってあなたのことを見かけた時は大切なあなたのそばで笑う素敵な人いますように素敵な人いますようにさようなら PS I love you 無駄な剣もいろんなことを思い出していろんなことを思い出してギリギリまで。向こう向けてください。そうですね。ありがとうございました。ということで PS I Love You のプロモーションビデオのメイキング映像をご覧いただきましたがいかがでしたでしょうか。もういろんな気になるシーンたくさん出てまいりましたがなんといっても GACKT さんの心にしみるような歌声にこう胸をぐっとつかまれたんじゃないかなと思います。プロモーションビデオの本編は後ほどご覧いただきますのでもうしばらくお待ちください。さあそれでは大変お待たせいたしました。皆様お待ちかねだと思います、GACKT さんにご登場いただきましょう。どうぞ大きな拍手でお迎えください。GACKT さんどうぞ。悲しくて悲しくて今が見えなくてもあなたはもう振り向かないで大好きなあなただけはどうか恋することによりGACKT さん一言皆さんにお願いいたします。久しぶり元気にしてたこうやってみんなに会えて嬉しいですありがとうございます。それではお座りください。それでは早速 GACKT さんをお迎えいたしまして GACKT さんが今回遺言とまでおっしゃっております作品 PS I Love You がどのように出来上がっていったのか、完成までのルートをですね詳しく紐解いていきたいと思います。GACKT さん特に歌詞ができるまでにはいろいろとあったそうですがどのように作っていかれたんでしょうか。最初はそのメッセージがその自分から相手にっていうその男性から女性へに対するメッセージみたいなものを考えていたんだけれども上手にまとめられなくてで何度もやり直してで結局そこに今この完成に至るまでに一回その曲として形になるまでに半年かかって
で一回レコーディングをして、でレコーディングをして僕の PV を撮って、それでもなんかまだ納得できなくて、もう一回やり直ししようって始まって、一度完成したものをもう一度。で、はい。そこからもう一度組み直して、で2ヶ月かな、2ヶ月かかってやっとこの状態まで来て、ちょっとねこれはきつかったね。今までで2番目ぐらいに時間のかかった曲だったから、ちょっとだいぶこう精神的に重かったっていうか、もうどこに行ってもこの曲やってたんだよ、本当に。ちょうど去年結構海外にずっと行ってる期間が長かったんだけど、海外のどの場所に行ってもこの曲やってるんで僕で、その曲の内容がやっぱり重いからやってるとね気分が暗くなるんだよ。それをずっと8ヶ月間やってたからずっと重いんだよ。やっとね、やっと作品できて、まあできた時はやっと解放されるっていう気持ちが正直だったかな。でも最初にその半年経って曲を一回作って PV 撮ってっていうところで、みんなはね、うちのスタッフとかはさ曲を出すもんだと思ってるわけじゃない。もともと12月の予定だったんだよこれ。そうだったんですね。そう12そうみたいな話をしてたんだけど、僕が「いやダメだ」って言って「これではファンのみんなに届けられない、やり直し」って言ったらみんなが一斉に「ってなって、でそこからかな、そこから本当にもうね何回やり直ししたか分かんないぐらい音を組み直して組み直してってやってたから、関わってるその音のスタッフもヘロヘロになっちゃって、なんていうのかな、なかなかねここまで時間がかかることっていうのは本当珍しいんだけど、さすがにねちょっとみんな精魂尽き果てたみたいな。ただ出来上がってこう曲が上がった時にみんなやってよかった、本当にここまでこだわってよかったってそう思えたし、これ CM ソングなんだけど、その CM のタイアップがねついてて、これバティックスの、CM のタイプがついてるんだけどね、ここの社長の中野さんに一番早いタイミングで「いやこういう曲ができて」って聞かせたわけで、えらい感動してたんだけど、僕が「これやり直す」って言った瞬間に電話越しに「っていう声が向こうで聞こえてきて「CM どうすんの?」ってもうねごめんとしか言えなくて「ごめん」って「もうちょい待って」ってえらいたくさんの人を巻き込んじゃって、ごめんとしか言えないんだよね。でもね、本当にいい曲ができたし、
この曲をねこう受け取ってくれたファンのみんながこうなんていうのかな、こう自分の生き方を見つめ直せるようなものになってくれればいいなとか、生きるって本当に素敵なことだと思うんだよ。生きてるって、その生きてるってことに本当に感謝できることや、その自分の好きな人がそこにいてくれるっていう、ただそれだけのことに感謝できる気持ち、それって忘れてしまうじゃない、どうしても。当たり前になりすぎたりとか、例えば親にしてもそうだし、兄弟にしてもそうだし、恋人にしてもそうだし、夫婦にしても子供にしてもそうだし、仲間にしても友達にしてもそうだし、けどそういうちょっとしたことのこういうきっかけでね、こう感謝できるっていうか、そこにいてくれたことに、そこにいてくれることに感謝できるってすごい大切なことだと思うんだよ。まあそうなってくれたらいいかなって。今回はこの作品が出来上がるまでにたくさんのエピソードをご覧になられたということなんですけれども、その中から類活プロジェクトを主催されている全米観類協会の寺井宏樹さん監修のもと、厳選された4つのエピソードを2月の3日からフェイスブックやメルマガで紹介されていたんですよね。今回はですね、そのエピソードを振り返りながらファンの皆さんから寄せられたコメントをご紹介していきたいと思います。それではまず最初のエピソードは手紙に託された思い。今からご覧いただく映像は残される側として思いを綴った作品になっています。どうぞご覧ください。会場からも皆さんの気持ちがこう伝わってくるような感じなんですけれども、この映像を見たとき、GACKTさんの感想はどのようなものだったんでしょうか。VTR では残される側の思いが伝わってきましたけれども、今回の新曲は残す側での立場ですよね。僕の今回の新曲っていうのは単純にその残す側だけではなくて、残される側に対する思いも含んでの話だと思ってるわけ。僕も自分が18の時に今のこの V と同じ経験をして、その時は本当にこう自分が若すぎて理解できないことがたくさんあったんだよ。でも今こうやって年を重ねて分かってきたことっていうのは、どんな立場にも言えることなんだけど、誰か人を好きになるってことには、誰かを愛するってことには覚悟がいるんだよね。それはその人についていくっていう覚悟、その人を支えていくっていう覚悟、その人を守っていくっていう覚悟で、必ずどっちかは先にいなくなってしまう。別れを告げる、もしくは別れを告げられる覚悟、それがその年を重ねていく中でどんどんこう分かってきたというか、何事にもその覚悟がないとうまくやっていけないというか、その単純に人を好きになることっていうのは、
そんなに難しいことじゃないんだけれども、その好きっていう気持ちからそれが愛っていう気持ちになるときには大きな覚悟が必要で、その覚悟がないと相手に対しても優しくなれなかったり、自分のその不安だったりとか、その苦しい思いだけに潰されてしまうことがあったり、だからこそここにいるみんなにもそのいろんな意味での一つ一つの覚悟っていうのを本当の意味で分かってほしいなって思うよね。その覚悟が最終的にはどんな辛いことも思い出に変えてくれるんだと思うし、出会ってよかったってそう思えるようなものになるし、僕はそれを理解するのに本当に20年かかったっていうか、今までいろんな別れがあったけれども、その一つ一つを経験していく中で自分自身に対する覚悟も必要なんだなって、そういうことも最近よく考えるかな。自分自身というのは、自分自身がいなくなってしまう、仮には死んでしまうとした時に、それを怖いって、自分が死ぬことが怖いって思うのはそこに覚悟がないからだと思うんだよ。その覚悟ができるようになると、そのなんていうのかな、自分の死そのものっていうのは一つの行為であって、むしろそこはあんまり気にならなくなるというか、大切なのは自分のその生きてたことが関わってくれた人たちの心の中に生き続けることなんじゃないのかなってそう思えるようになったし、それが覚悟ってことが導き出してくれた答えだと思うんだよ。この先ほどのエピソードを受けてファンの皆さんからですね、コメントが届いておりますので、一つだけご紹介させていただきます。死を意識した瞬間から自分の在り方が今後の彼の人生の在り方につながるんだと思いました。そう思うと死を意識して生きることの大切さを感じましたというコメントがあったんですけれども、先ほどGACKTさんがおっしゃっていたようなやはり覚悟が持てたっていうことでしょうかね。どう思われますか？やっぱり若いうちはね、なかなかその覚悟って意味さえも分かんなかったり、その言葉がどういうことを表しているのかって分かんないと思うんだけども、でもそれを意識して生きていくのとそうでないのでは全然未来が変わる。自分の周りにいる人たちに対する態度も変わるし、そのなんていうのかな、思いが変わるっていうか、優しくなれるし、でもちろんその厳しさの意味も分かってもらえるようになるし、分かるようになるし、そういうことを意識して生きていくことってすごく大切なんだよなって思うよね。そうですね。はい、それでは続いてのエピソードに行きたいと思います。どうか私のことを忘れないで。5年後に届いた手紙です。こちらは動画でご覧ください。どうぞ。
過去から届いた手紙、こちらは愛する人の未来についてなんですが、GACKTさん、こちらご覧になっていかがでしたでしょうか。自分のことを忘れて新しい未来を歩んでほしいと思うのか、あるいは心の中にいる自分と共に歩んでほしいのか、本当に悩む部分がたくさんあると思うんですけれども。僕がいつも思うことっていうのは、はい、人ってのはこう勝手に忘れていくじゃない、いろんなことを。だから生きていけるっていうのもあるし、悲しいことも忘れるから、辛かったこともいつの間にか消えてしまうから、だから生きていけるところっていっぱいあると思うんだよ。でもそれと同時に、その人と一緒にいた時の感動や思いとか、その大切だったことまで忘れてしまうことも多いんだよね。で、僕はいつも思うんだけど、例えばこういう手紙を本当に相手のことを考えてるのなら残さないっていう人もいるし、それは一つのスタイルだと思うから、それはそれでいいんだけども、僕はそうは思わなくて、確かにそれを読んだ瞬間はいろんなことを思い出して、こう胸が苦しくなったり辛くなったりするかもしれないけども、でもそこまで自分のことを思ってくれた相手と出会えたことをもう一度自分の中で感謝できるし、本当に出会ってよかったって、本当に好きだったんだなってことを、その人がいない時間の中でも思い返すことができると思うんだよ。はい、それってなかなかこう相手がいても難しいことだと思うんだけれども、相手がいなくなってなおそう思えるっていうのは、おそらく自分の一つのその成長だと思うんだよね。単純に恋をして相手がいなくなってしまって、それはそれで大きな成長をしなければいけないし、大きなステップを踏まないと前に歩いていけない。でも自分では歩いているつもりが、やっぱりどこかでこうマイナスに働いている時もあると思う。でもそれをこんなふうに自分の未来を少しでも思ってくれていたってことを分かったときに、これが自分だったら頑張ろうって、僕だったらもしそこで立ち止まってたりうまくいかないことがあってうつむいてたりしたら、前見よう、顔を上げよう、一歩足を踏み出そうって、そう思うと思う。今の時代ってさ、なかなか手紙ってないじゃん。そうですね、メールだったり、はい、ね、こういういろんな電子化されたものがあるけど、でもさ、手紙ってすごくこう不思議な力があって、その手紙を見るとさ、その紙がどれだけの時間が経ってるかっていうことがよくわかるし、はい、で文字を見るとその人の癖やどこで文章が止まったのかってこともわかる。だからこそどんな思いでこれを自分に託してくれたのかってことを素直に、プラスに取るべきなんじゃないのかなって思うんだよ。僕ならそう思う。
私個人的にこう今のこうエピソードを拝見していて、やはりこう残す側になった場合の立場としては、例えばこうやっぱりその人のことを思うと、もしかしたらこうなんていうのかな、残さない、先ほどGACKTさんがおっしゃったように残さない方がいいと思われる方もいらっしゃるかもしれないけれども、私自身としてはやっぱりこう自分のことは覚えていてほしいっていう気持ちが多分先立つと思うんですよね。で、それは本音の部分ですけど、やっぱり忘れないでほしいと思うし、あとはでもね、やっぱり大好きな人だったりこう大切な人にはこれから先の未来がこう幸せであってほしいと思うわけだし、それは嘘ではないし、だからそこがすごく難しいなと思ったんですなんかそのなんて言うんでしょう、忘れないでいてほしいって思うことは残される人にとってもしかしてその残す側のエゴだったりするのかなと思ってしまったり。僕はね、はい、エゴでいいと思うんだよ。人って自分のエゴを通すから、いろんな発見や、いろんな確認ができると思うし、僕も自分のエゴだけでやってることいっぱいあるんだよ。例えばさ、毎年墓参りに行ったりとか、毎年死んだ仲間や大切な人の墓に行って、で、向き合って話をしたりするわけじゃん。別にそれが何か答えてくれるわけじゃないし、それをやったからといってその相手が帰ってくるわけでもない。でもなんて言うんだろうな、それがたとえエゴだったとしても、それをやることでおそらくその自分自身と向き合ってる一番大切な時間が見えてくると思うんだよ。立ち止まりそうな時とか、ここで止まっちゃダメだとか、もっと頑張ろうとか、で、僕はお前のこと忘れてないよとか、だからずっと僕の中で生きてるよとか、なんて言うんだろうな、僕はその肉体的な死そのものよりも、人は人の中でずっと生き続けられるから、だから人の中で生きていくっていうことが生なんじゃないのかなってことをある時から思い始めて、で、僕の中にはその先に行った連中がたくさん生きてんだよね、いまだにずっと。で、僕が立ち止まりそうになったりとか、苦しかったりしんどかったり、こう理解してもらえない時とかに彼らが押してくれるんだよ。でもそれもエゴなんだよ。自分がそう思ってるだけで。でも僕はそれでいいと思ってるし、僕はそれで前に進めているし、歩けているし、で、誰かにこう微笑みや笑顔を届けることができるようになったし、みんなに多く笑っててもらいたいし、そういうもんなんじゃないのかな。
今たくさんその人たちの分まで自分が生きなきゃですとか、皆さんからいろんなニコ生でコメントをいただいておりますけれども、こちらで、Facebook に寄せられた皆様からのコメントをご紹介させていただきます。人が本当に死ぬ時、それは誰も思い出せなくなった時なのではないかと思いました。たった一人でいい、本当に時々でいいから思い出してほしい、そう思う人が多いのではないかと思いましたということなんですけれども、先ほどGACKTさんもおっしゃってましたよね。やっぱりなんて言うんでしょう、人の中に存在として大切な仲間だったりとか、大好きな人たちがもちろん姿をこの世から消してしまったとしても、それが自分の中にはもう本当に自分の中に残って、それがその人の中で生き続けていくっていうんですかね、なんて言えばいいんだろうな私もちょっとつい最近、私事ですが大先輩を身近な大先輩をお見送りしたところだったので、それでも最初はでもみんな実感ってないと思うんですよね。そういう見送る立場になった時というのは実感はないと思うんですけれども、それでも自分は前を向いて生きていかなければいけないわけだし、そういう時はGACKTさんでしたらどのように僕はね、はい、いろんな人の死に目に立ち会ってるというか、その都度その都度思うことや感じることは全然違うんだけれども、この人って素敵だなって本当に思ったのは、短い出会いだったけど、僕が緒形健さんと一緒に仕事をして彼からいろんなことを教わって、本当に自分の父親のようにすごく彼のために彼の喜ぶ顔を見たいっていう思いだけで仕事をしてた時があったんだよね。本当に素敵な人で、でももうその頃にはすでにもうがんがかなり進行してて、正直撮影ができるような状況じゃなかった。撮影の直前に手術をして実際に現場にいられるような状況じゃなかったんだけれども、でも一切見せないんだよ。苦しいって言葉も絶対言わないし、すごくいつも笑顔なんだよね。亡くなった後にそのマネージャーからいろんな話を聞いて、本当はすごく痛くてすごく苦しくて、でもすごく最初は怖かったって言ってたらしいんだけど、でもそれが分かるようになって、人の痛みがやっと俺はこの年になって分かるようになったんだよ、本当にありがたいことなんだよなって、そんなふうに言ってたらしくて、亡くなる本当に直前までずっと連絡を取ってて、じゃあ来週一緒にご飯でも食べるかって言ってて、電話がかかってきて亡くなったって話を聞いて、彼に会いに行った時に、
彼のその顔を見た時にね、本当にいい顔してたっていうか、本当にすごくこう綺麗な顔してたっていうか、それを見た時にこの人かっこいいな、最後までずっと表現者だったんだな、その自分の人生を通してこうやって多くのことを伝えてくれたんだなって、そう思えたことがすごく嬉しかったんだよ。で、そのご家族の方たちが本当にその時間を、2人だけの時間を作ってくれたことにすごい嬉しかったし、でもその直後はやっぱり本当に何にもできなくなっちゃって、けどあの人が望んでたことはこんなことじゃないんだよなって思えるようになって、それから自分も表現者としていけるとこまでやって、もちろん必ずその命って尽き果てるものだから、その時に誰かがこの人って本当にかっこいい人だったよなって、俺も頑張って生きていこうってそう思ってくれたら、それは自分の生き方が決して間違ってなかったってことなんじゃないのかなって、僕はあの人に本当に心から助けられたし、支えてもらったし、であの人が望んでるかどうかは分かんないけれども、僕はね、こう未だに音楽やりながらその役者の仕事を辞めないのは、あの人が自分に残してくれた大切な部分だから、教えてもらったことを忘れないように時間を作ってやっていこうってそう思ったし、ね、やっぱり自分はそのミュージシャンだっていう気持ちはあるけれども、その届けてもらったものがすごく大きかったからさ、それを忘れないように誰かにまたバトンを渡していこうってそう思えるようになったしね。それは本当に大きな出会いだったし、見せてもらったっていうか、生き方を、生き様を、それが今度は僕が誰かにやらなきゃいけないんだろうなって、そういうバトンリレーなんじゃないのかな、人生って。そのバトンの一つが今回の新曲ということなんでしょうか。自分のね曲って全部読み返していつも思うんだけども、前回のツアーの時にも幕が一回閉じた時に自分の言葉を並べてみた時に思ったのは、僕の曲ってのはこれ遺書なんだなって。みんなが僕がいなくなってもこう前に歩いていけるように、笑えるように、顔を上げられるように、そういうメッセージなんだなって
そう感じるんだよね。そんな思いがみんなに届けばいいなって。もちろんこうやって生きてる間は生きてる間で見せられることがいっぱいあるし、僕はすごい無茶しいだけども、でも言ったことは必ずやるし、諦めなければ必ず到達できるものがあるってこう無理やりやってるところもある。でもそれで一人でも誰かがこう背中押されて歩いてくれたら、こうやって人前でやってる意味も出てくるだろうし、だから自分の曲はこの曲だけじゃなくて、全ての曲がこうやって僕が今やってて、でいなくなってもみんなが前に歩いていけるための、なんて言ったらいいんだろう、衣装って言えば重たく聞こえるかもしれないけど、手紙なのかな。はい。本日はこう PS I Love You が完成するまでを映像を見ながら皆さんからのコメントなどもご紹介してまいりましたけれども、歌詞を見ての皆さんからのコメントをご紹介します。愛する人たちへさようならという勇気は私にはないです。お先に失礼くらいが精一杯です。誰かが先にいるならそれまで頑張ろう。先にいてくれるから怖くない。この人がいなければ私は今もこの世にいるのだろうか、笑顔で過ごせているだろうかと考えることがあります。もし私が先にいなくなり主人が残ったとして、私は主人には笑顔でいてほしいと切に願います。私に最高の幸せをくれた旦那様に私と同じくらい幸せになってほしいと思いますといったご意見いただきました。はい、最後にお聞きしたいんですけれども、今回の新曲 PS I Love You とはGACKTさんにとってどんな曲でしょうか。そうだね、なんかみんなにとって、冒頭でも言ったけど、今っていろんな意味で時代がすごく殺伐としてて、でどんどんデジタルになって熱がなくなってしまって、人の温度とか思いとかそういうものが届きづらい、見えづらい、分かりづらい時代に入ってると思うんだよ。昔はさ、不便だったけど、いろんなそこに至るまでの過程にはこう熱があったんだよね。無駄だと思ってたことも、やっぱり自分がこう考える、何かを考える、何かを導き出すきっかけになってたと思うんだよ。今ってすごく分かりづらい、忘れやすい、で人を傷つけやすい時代になってると思う。その相手や周りを傷つけていることに気がつかなくなっているというか、でもこういう曲があって、曲を聴いた瞬間に少しでもその優しさ、自分のそばにいる人に対しての感謝っていう思いが芽生えてくれたら、それを思い出すきっかけになってくれたら、僕はこれを作った意味が
あったんじゃないのかな。作品ってそういうもんだと思本日は本当にいいお話をたくさんありがとうございました。それでは皆様、今一度GACKTさんに大きな拍手をお願いいたします。それじゃあまた。本当に今日はありがとうございました。これまでにもGACKTさんの曲には大切な人への別れを描いた作品がいくつかあったかと思いますが、その中でも愛する人へ残す言葉というものを意識するようになったきっかけがあったそうです。今回は特別にその方に会いに行かれた VTR と初公開となります新曲のプロモーションビデオをご覧ください。イベントはこちらで終了となりますが、ニコニコ生放送をご覧の皆様にはプロモーションビデオの後にプレミアム会員限定放送がございますので、ご登録の上しばらくお待ちください。それではお待たせいたしました。大切な方へ会いに行かれた特別な VTR と初公開となりますプロモーションビデオ PS I Love You です。どうぞご覧ください。本日はありがとうございました。昔のメンバーの亡くなった神の墓にメンバーの中で一番仲が良くて、でいつもふざけたことばっかりやって、兄弟みたいな感じかな。じゃあ行こうかな。よし。寒いでしょ。よいしょ。うわ、寒い。ただいま。元気。
すごい寒いね。びっくりした。ああ、そう。命日と誕生日の時は足を運んで必ずお父さんのお母さんの顔見に来て、で神にいい曲かけたよとか、またもうすぐ舞台が始まるよとか会って報告して、もう十何年経ってるから。けどなんか自分の中ではなかなかこう不思議なもんでさ、整理しきれないところもまだあって、もちろんその事実として分かっていることや自分の中でこう済んでしまった過去の話みたいなふうに思ってることもいっぱいあるんだけど、写真を見たりするとやっぱりいろんなことがまだ気持ちに整理ついてないんだなとか、複雑な気持ちになるよね、本当に。GACKTさんの時を刻んである箇所がいっぱいあるじゃないですか。もう写真とか作品も飾られてあったりだとかなので、その神さんのパターンを受けてGACKTさんがなんかこの家に思い出を作っていってるような気がしたんですけど。ねえ、僕にはこうやって一つ帰る家があるから、ああやってお父さんとお母さんが、年に2回だけどお帰りって言ってくれる家があるから、で僕は神の代わりにはなれるわけじゃないし、でも少なくともこう勇気だったりとか、希望だったりとか、頑張ってるっていうことだったりとか、未来だったりとか、前に向かって歩かなきゃいけないんだっていうことだったりとか、そういうのを届けることはできるし、それで喜んでくれるし、だったら頑張ろうって、まだ止まっちゃダメだって、そう思うのかな、ここに来るたびに。気をつけて体に、舞台楽しみにしてね。はい、じゃあ気をつけて。いや、おっさんまた気をつけて体に。はい、風邪ひかないように。たくさんやりたかったこと、やり残したこと、それを受け継いで
一つ一つやっていくことが彼らに対する生きるってことの喜びや感謝の表し方なんじゃないのかな、僕はそう思う。でプレミアム会員限定放送です、ここからはイベントではお話しきれなかった PS I Love You についての思いなど話していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしく。今回お客さんあれだけ多くの方が700人でしょうかいらしてくださってましたけれども、リリースイベントをしてみていかがでしたでしょうか。そうね、久しぶりに、ファンのみんなにこうやって会えたのも嬉しいし、昔みたいにこう CD を曲をね乱発して出す時代じゃないって、最近はなおさらそう思うようになったんだよ。なんかこう自分の中で大切な曲を一曲一曲しっかり届けていこう、そんな中でのこういうイベントだから、ファンのみんながどんな思いで受け取ってくれたのかなっていうのをいつも知りたいわけ、でああやって来てくれたファンのみんながこう気持ちを届けようとしてくれるのがすごく嬉しいし、なんて言ったらいいんだろう、こうやって支えられてるんだなってのを感じる瞬間だよね、本当に。ファンの皆さんもGACKTさんの歌声に本当に支えられてると思うんですけれども、今回ユーザーの皆さんは、視聴者の皆様は今日のイベントいかがでしたでしょうか。会場には支えられてるよっていうコメントが来てますけれども、やっぱり、会場にも泣いてらっしゃった方多かったんですけれども、すごいいかがですか、皆さんのお声。ほらイベントってさ、こう盛り上がるイベントもたくさんあるけども、こうやってその思いが語れるイベントってなかなかないから、そういう意味では意味があったんじゃないのかなって思うんだけどな。そうですよね。やはりなんでしょうね、普段その何気ない日常の中で過ごしていると、どうしてもこうそういう死についてですとか、なかなか経験しないと見落としがちなことだと思うんですね。なんか私個人的にはこう、例えばああしようこうしようと思っていたことがあったとしても、また次回でいいやなんて思ってしまうことが多いんですけれども、でもその次回というチャンスが来ないこともあるという現実をやっぱりしてしまうと、なんかどういうふうに日々後悔しないように、あの時ああしとけばよかったな、こうしとけばよかったなっていうことを思わずにいられるかなってちょっと最近考えるんですけどね。曲ってさ、すごくこういろんな意味でそれを思い出させてくれるきっかけになると思うんだよ。
例えば映画もそうじゃない。映画を見ても、映画を見てその感情にこうふわっとこう思い起こさせてくれることっていっぱいあるじゃない。けどなかなか映画って全編をこう通して見る時間ってそんなにないけれども、曲ってさ、本当に日常の中にあふれている、音楽って日常の中にあふれているものだから、その日常の中でこう自分に立ち返れるっていうのってすごく大切なことだと思うんだよ。その瞬間その瞬間に、例えばね、まあ仮に結婚してる夫婦がいて、朝喧嘩して、まあ旦那が出てって、そのモヤモヤした中でこういう曲を聴いた時に、その瞬間に今すぐ電話して謝ろうとか、そういうふうに思わせてくれるきっかけってさ、すごい些細なことなんだよ実は。ところが昔に比べて今ってどんどん音楽を聴かなくなってきてるし、本当はそういうこう音っていうものが自分に与えてくれる影響ってすごく強いはずなのに、音楽のない生活をしている人がすごく多いと思う今の時代って。それってさ、やっぱり心が貧しくなるんだよね。音楽にあふれてる時代って、時代自体は豊かじゃなくても心を豊かにしようと思うからこそ音が必要で、その音があるからこそ救われることって何度も何度もあるんだよ。けど世の中が便利になっていろんなものがあふれてしまうと、どんどん音がなくなってしまう。で音がなくなってしまって、物に溺れてしまって、で心をなくしてしまって、その結果、悪循環が起きてダメな世の中になって、だからこそこんな時代だからこそみんなには少しでも音楽に触れててもらいたいし、単純にその、ゲームとか面白い面白くないとかでやってる人たちはいっぱいいるかもしれないけれども、日常の中に音楽があふれてるってことがすごく素敵なことだってことを思い出してほしいし、その環境に一度身を置くと、こう知らないうちに心が豊かになってることに気づくしね。僕も小さい頃はさ、なんで隣のおばさんは毎日毎日こんな風に音楽聴いてんだろうってずっと思ってたんだよ。分かんなかったんだよ。同じアーティストの音楽をずっとかけてるんだよ。それが聞こえるわけさ。けどそれがその人の心を救ってるんだよね。音楽ってすごいなって改めてこの年になって分かることがいっぱいある。もちろん流行りの曲でいい曲はね、ないってわけじゃないし、それもまた一つだと思うけど、一つ一つの曲を大切に何度も何度も聴いていくと、昔は気がつかなかったことがふっとした瞬間にこう理解できたりとかさ、こういう意味だったんだってそう思えることいっぱいあるし、自分の大切な曲っていうのを増やしてほしいよね、みんなには。今回GACKTさんが
先ほどの VTR の中で元の仲間の神さんに会いに行かれたというものがありましたけれども、かなり会場の皆さんもですね驚かれていたと思うんですね。でなかなかああいった形で会いに行かれる様子などを公開されることは普段ないと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。今回スタッフが同行させていただいて。それに対してどうっていうのは正直、ないんだよ。自分の中ではいつも普通にやってることだから、あいつが亡くなったのが6月で、あいつの誕生日が2月だから、年に2回寒い時と暑い時にああやって訪れて自分と向き合うっていろんな報告をしてるんだよね。でも自分が頑張ってることが、自分が諦めないでくじけないで前に進んでることが、先に行った人たちの生きてる証になってるって、それはもちろん自分のエゴなんだけど、でもそう信じてやってんだよ。いろんな作品出たりする時にもさ、例えば罪滅ぼしって言葉があるじゃん。本当になんて言うんだろうな、僕は神とメンバーの中で一番仲が良かったから、やっぱり一番最後に喧嘩してで離れたこといまだにずっと引きずってるとこもあるんだよね。いつもはさ、しょっちゅういつも喧嘩してたから、でいつも必ずあいつは謝るやつじゃなかったから、僕が次の日に悪かったなって言って、でもあいつは照れながらごめんと言わないんだよ。でもそれでずっと成り立ってたはずだったのに、最後に一番大きい喧嘩をした時にちょっとしたことだったんだけども、謝るっていうこともお互いができなくて、でも心配はずっとしてて、で間に入ってる当時の現場のマネージャーだけはつながってたから、その彼女を通して大丈夫かとか、元気でやってるかとか、しっかり支えてやってほしいとか、そういうことはちょくちょくやってたんだよね。けど彼が亡くなった時に、なんであの時に謝れなかったんだろうっ
やっぱりその思いってずっと未だに残ってるよね。だから初めてお父さんとお母さんに会った時に、分かんないけど本当にごめんなさいって、別にそれが神に届くわけじゃないんだろうけど謝ってて、でもそんな僕を受け入れてくれて、で僕がその頑張ることをまるで自分の息子が頑張ってるように重ねて応援してくれてる。それが本当に自分にとってありがたいことでさ、まあね、もう何を言ってもどんなことがあってもその戻ることじゃないし取り戻せないものだからどうにもならないんだけれど、自分がまだやってる、まだいける、持ってやれるってそう思ってる気持ちぐらいは届けばいいなって思うよね。ユーザーさんの皆さんっておかしいですね。ユーザーさんは、PS I Love You ご覧になっていかがでしたでしょうか。声届いておりますでしょうか。皆さんから、届いてますっていうお声がたくさん来ておりますけれども、いかがでしょうか。やっぱさ、後悔って少ない方がいいよ、本当に、なんて言うんだろう、悔しいけど、何年経ってもこう綺麗になってくんないからさ、すっきりしないっつうか。だから腹立つけどね、もうこんなに十何年も経ってんのにっていまだに思うけどな。悔しいよね、本当。まあだからそこからずっと後悔しないように生きていこうって、もがいてんだけど、まあちょっとは届いたらいいなって思うよね、本当に。たくさん届いてるんじゃないかと思います。まあそう願うよ、ね、視聴者の皆さんにはしっかり届いておりますし、はい、ということで明日発売となります GACKT さんソロ44枚目のニューシングル PS I Love You、 あなたの心にきっと届く GACKT さんからの少し早いバレンタインプレゼントです。ぜひよろしくお願いいたします。それではプレミアム会員限定放送もそろそろ最後となります。最後に GACKT さん、ユーザーの皆さんに一言お願いいたします。後悔すんなよ、そんな生き方してください。ありがとうございました。それでは皆さんご参加ありがとうございました。さようなら。
ガクトさんありがとうございました。ありがとう。